夕暮れの病院、長い廊下、オレンジ色の夕日が長く伸びています。村田節子、58歳。この道一筋で30年以上、地方の小さな病院で看護師として生きてきました。もう、ゆっくりしたら？誰かにそう言われることもあります。でも彼女はまだ現役です。患者の目を見るだけで、どこが苦しいのかわかります。それが30年のキャリアの誇りでした。足取りは今も軽く、手先は誰よりも正確です。まだ走れる、まだ正しいことのために動ける年齢です。定年までの数年間も、こうして静かに誠実に働くつもりでいました。あの日が来るまでは、夜勤を控えた静かな時間、彼女の目がある書類で止まりました。田中幸雄さん、78歳。長年担当してきた家族のいない一人暮らしの男性です。村田さん、いつもありがとう。そう言って飴玉をくれる優しい方です。その田中さんの入院費用の明細書、節子の目が鋭くなりました。数字があまりにもおかしい。先月の3倍近い膨大な金額。検査費24万8000円。処置費18万3000円。節子の脳裏にこの1ヶ月の記録がよみがえります。自分が行った処置、自分が付き添った夜、これほど高額な検査をした記憶は一切ありません。見間違いだろうか、それとも単純なミスだろうか。30年の直感が胸の奥で警鐘を鳴らしています。これはミスではありません。意図的に仕組まれた数字です。手のひらにじっとりとした汗がにじみます。誠実な老人のなけなしの蓄えを誰かが静かに食い物にしようとしていました。一睡もできないまま朝を迎えました。節子は誰にも気づかれないよう過去の記録を照合し始めました。資料室の奥、埃をかぶった古い書類。彼女の手が激しく動きます。一つ見つければまた次の疑問が湧いてくる。報告されていないミス、水増しされた薬代、そのすべての矢印が一つの場所を指していました。病院事務局。そこは医療の現場ではなく、数字を操る者たちの聖域になっていたのです。心臓の鼓動が速くなります。私の愛した病院はこんな場所だったのか。30年を捧げた職場が巨大な詐欺の舞台のように見えてきました。同僚に相談しようかと迷いました。しかし、廊下ですれ違う医師たちは目をそらします。若い看護師たちは自分の仕事に追われるばかり。徹底した孤独、深い海の底に一人でひり出された気分でした。ついに事務長室のドアをノックしました。桐島隆二、48歳。節子より10歳も若い男です。いつも笑顔で、地域の信頼も厚い人物でした。しかし、二人きりで向き合った今、その目には冷ややかな嘲笑が浮かんでいます。節子が静かに明細書を差し出しました。桐島は書類を見ることさえせず、こう言いました。村田主任、看護師が経営に口を出すのはいかがなものでしょうか。その声があまりに穏やかで余計に残酷でした。病院も大変なんです。そろそろ若い世代に道を譲ることもお考えでは。10歳も年下の男から告げられた事実上の退場宣告。彼は節子の30年を古くて使い道のないものとして切り捨てました。世代交代という言葉の裏にある醜い真実が見えました。彼は節子が黙って去ることを望んでいます。目を閉じ、
耳を塞ぎ、自分の罪を隠すための犠牲になることを求めているのです。屋上から眺める街はあまりにも静かです。30年前、初めてここに来た時も、この風景に惚れ込んで一生を捧げると誓いました。あの時の情熱はどこへ行ったのでしょうか。今彼女の手元にあるのは、数十人の涙が詰まった不正の記録です。これを項にすればどうなるか。職を失うかもしれません。築き上げた評判が崩れるかもしれません。でも田中さんのあの優しい笑顔が浮かびます。村田さんがいてくれて心強いよ。その一言が足元を温めます。58歳、終わりだと思えば終わりですが、始まりだと信じれば新しい道が見えるはずです。節子は冷たい手すりを強く握りしめました。空は暗くなっていきますが、彼女の瞳はかつてないほど澄んでいます。果たして彼女はどのような選択をするのでしょうか。小さな波紋が大きなうねりとなって病院を揺るがそうとしています。昨日から病院が変わりました。同僚たちの視線が冷たいです。交わされていた会話がピタリと止まります。みんなが私を避けているようです。昨日、事務長室へ呼ばれた噂、すでに広まっているのでしょう。主任、薬品の点検は私がやります。後輩の南さんの短い拒絶、その目には警戒心が満ちています。誠実に積み上げた30年の信頼、一日で崩れ去る気分です。孤立した島に立っているようです。もう一度記録を読み返します。ここは嘘の沼です。レンカルには特別管理と記され、費用は毎日請求されています。しかし、実際の処置はありません。田中さんのチャートが目に入ります。夜ごとに心を込めて拭いた背中、そのぬくもりさえ否定されています。記録は黙々と数字を増やします。誰かがシステムを操っています。闇に隠された黒い手、その正体に近づくほど怖くなります。真実はあまりにも重いです。廊下の先から事務長の声がします。最善を尽くしていますが、費用がかさみますね。彼は悲しそうな顔をしています。詐欺師の完璧な演技です。家族は何度も頭を下げます。先生だけが頼りです。お願いします。なけなしの金を差し出す人々、その切実さを利用しています。彼の笑みの裏にある強欲、虫唾が走る思いです。今すぐ叫びたくなります。でも私はただ見ているだけです。沈黙は共犯への道です。机の引き出しの奥深く、見慣れない書類が見つかりました。過去の高額薬剤の承認書です。そこに私の印鑑が押されています。私には記憶にないことです。誰かが私の名を使い、罪を犯しました。ずっと前から罠は仕掛けられていた。私が口を開けば、私も犯罪者になります。主任も同罪なんですよ。どこからか事務長の幻聴が聞こえます。私を縛り付ける赤い陰影。30年の人生が根底から揺らぎます。これが彼の用意した武器でした。帰り道、雨が降り始めました。冷たい雨が肩を濡らします。傘もささずに立ち尽くしています。私が守ってきたものは何だったのか。患者さんの命だったのでしょうか。それとも自分の安泰だったのでしょうか。闇の中の病院が巨大に見えます。あの中にどれほどの嘘があるのでしょう。明日、
またあの門を叩けるでしょうか。真実への一歩はあまりに重いです。あなたならこの罠から抜け出せますか？静かに積もった感情がうねり始めています。家の中は妙に静かです。食卓の上の印鑑が重いです。一生正直に生きてきました。でも今は犯罪者予備軍です。彼が掘った穴は深かった。私の印が押された偽りの書類、どこで間違えたのでしょうか。一晩中自責の念が巡ります。やめてしまえば楽かもしれません。でもそれは逃げ出すことです。嘘を認めることになります。私の30年が物笑いの種になります。胸が締め付けられます。隣に住む藤原さん、元公務員の大先輩です。いつも静かに庭を整えています。節子は言葉を切り出せません。節子さん、顔色が良くないね。藤原さんの声は低く落ち着いています。風が冷たい、中に入りなさい。彼はすでに何かを察しています。深くは追求しません。ただ黙ってお茶を入れてくれます。重い荷物は分ければ軽くなる。その一言に視界がにじみます。彼は節子の唯一の窓口でした。病院の経理課の入り口、経理担当の美里さん、事務長の親戚だという噂です。彼女の引き出しは常に鍵がかかっています。偶然落ちた1枚の領収書。製薬会社からの多額の寄付金。しかし帳簿には載っていません。個人の口座へ流れた痕跡です。美里の目が鋭く光ります。主任、私のものに触れないで。冷たく低い警告です。組織全体が腐っていました。私一人では力不足かもしれません。敵は思った以上に巨大です。事務長の霧島が近づいてきます。彼の靴音が不快に響きます。主任、退職金の心配はないですか？丁寧な言葉の中に毒があります。年金と名誉を盾にした脅し。彼は私が折れるのを待っています。少し我慢すればみんな幸せですよ。彼の言う幸せは誰のものでしょうか。田中さんの空っぽの通帳でしょうか。それとも彼の豪華な自宅でしょうか。手が小刻みに震えます。でもここで退くわけにはいきません。彼の薄ら笑いがヘドが出ます。眠っている田中さんの顔を見ます。シワだらけの手の甲が痛々しい。彼は何も知らず微笑んでいます。この手を離すことはできません。藤原さんの助言が浮かびます。記録は嘘をつくが人間はつく。証拠はすでに十分かもしれません。私の印がある書類さえも反撃の鍵に変えてみせます。節子は深く息を吐きました。闇が去り夜明けが来ます。もう正面からぶつかる時です。彼女のカバンには秘密が眠っています。果たしてこの小さな火種が病院を焼き尽くすでしょうか。朝の空気は一段と冷え込んでいます。廊下は嵐の前の静けさです。事務長が私を呼びました。デスクの上に置かれた白い封筒。これで静かに定年退職されませんか。彼は穏やかに微笑んで言います。通常の退職金の3倍。金で私の口を塞ごうとしています。私の30年を金で買おうとしています。私の両親は売り物ではありません。
節子は封筒を押し戻しました。事務長の笑みがゆっくりと歪みます。後悔しますよ、村田さん。声が蛇のように低く響きます。しかし、節子の背筋は伸びたままです。夜は深まるばかりです。藤原さんの書斎に明かりがついています。彼は元公務員の目で書類を見聞します。この陰影、妙な点がありますね。藤原さんがルーペを差し出します。印鑑の朱肉がわずかに滲んでいます。最近、急いで押された形跡です。これは5年前の書類ではありません。事務長は完璧な罠だと信じていました。しかし、あまりに急ぎすぎた。彼の致命的なミスがあらわになります。捏造された証拠が今度は武器になります。節子の目に希望の光が宿ります。真実はごく小さな隙間から始まります。理事会が開かれる日です。重い扉を開け、中に入りました。すべての視線が私に突き刺さります。霧島事務長が先に口を開きます。この看護師が公金を横領しました。私の印がある偽の書類を差し出します。理事たちがざわつき始めました。私は深く息を吸い込みました。指先は震えていますが止まりません。その書類のインクを確認してください。声は低いですが力があります。会議室の空気が凍りつきます。反撃の幕が上がりました。経理の美里さんを見つめました。彼女はうつむいたまま震えています。美里さん、あなたも被害者ではないですか？節子が優しく問いかけます。沈黙が長く続きます。事務長の焦った怒号が響きます。その瞬間、美里さんが崩れ落ちました。すみません、すべて事務長が。彼女が懐から本物の帳簿を出します。事務長が隠し持っていた裏帳簿です。霧島の顔が土色に変わります。城壁が崩れる音が聞こえるようです。真実の重みが彼を圧倒します。すべては一瞬のことでした。事務長は連行されていきました。理事長は深く頭を下げました。本当に申し訳なかった。その謝罪はあまりに遅すぎました。節子はナースキャップを脱ぎました。髪の上に赤い夕焼けが降ります。30年の重荷を下ろした気分です。しかし、胸の奥がチクリと痛みます。田中さんの顔が浮かびます。これで正義はなされたのでしょうか。病院は明日から変われるでしょうか。余韻は長く影を残しています。3月の風は妙なものです。冷たいけれど、その先にはぬくもりがあります。30年通い続けたこの場所、今日で最後になります。定年までまだ数年ありました。でも私は自ら去ることを選びました。壊れた信頼の上でやり直すことはできないからです。荷物は小さな箱一つ、これだけで十分でした。華やかな花束はお断りしました。ただ静かに幕を引きたい。空っぽになったロッカーを見て、ようやく心が軽くなりました。正門を出ようとしたその時でした。後輩の南さんが走ってきます。彼女はうつむいたまま立ち止まりました。主任、すみませんでした。小さな声が震えています。本当はみんなわかっていました。誰よりも患者を思うあなたの姿を。彼女が差し出した小さな手紙。主任のおかげで看護師になったことを後悔していません。
組織の陰に隠れていた本当の心。その一言が胸を熱くします。私の30年は無駄ではありませんでした。誰かの小さな光に慣れていたのかもしれません。それだけで私は幸せです。最後に行く場所があります。田中さんの病室です。彼は窓の外の梅の花を見ています。田中さん、今日で最後になります。節子が低い声で告げました。田中さんは黙って手を伸ばします。シワだらけの手が節子の手を握りました。村田さん、あなたが正しかった。低くつぶやく彼の声。ちゃんと知っていましたよ。その瞳には深い信頼が宿っています。すべてを知って信じてくれた一人。その存在が節子を生かしてくれます。世界は思ったより温かいのかもしれません。田中さんが再び口を開きます。村田さん、あなたはまだ若い。58歳という年齢。社会は終わりだと言いますが、彼はこれからが本番だと言います。これからが本当に良い時間ですよ。その言葉は予言のように響きます。誰かのための人生ではなく、自分自身のための新しい舞台。行ってあなたの道を行きなさい。背中を押してくれる温かなエール。節子の胸の奥から新しい力が湧き上がります。涙が頬を伝いますが、それは悲しみではなく希望の味でした。病院の門を出ました。道端には桜のつぼみが膨らんでいます。もうすぐ満開になるでしょう。30年の重荷を下ろしたその方、とても軽やかで自由です。これからどこへ行くのか分かりません。でも怖くはありません。私を信じてくれる人がいて、私の真心を知ってくれる人がいる。あなたにもそんな瞬間がありましたか？誰かの一言で再び立ち上がれる瞬間。節子は力強く一歩を踏み出します。彼女の人生第二幕はここからです。あなたの今日という日も新しい始まりである可能性があります。